こんばんは。今日はちょっと違和感について話そうかなと思います。で、違和感、何の違和感かというと、YouTube 見てて、違和感不思議疑問かな？ YouTube とか見てると、めっちゃみんな綺麗な映像ですごいなと思うんですよ。うん。すごいなって思う反面、その生活って本当なんかなっていう感じですね。もちろんね、皆さん絶対本当なんだろうと思うんですけど、いや、それ維持してるのすごいなって思います。尊敬ですね、尊敬。で、めっちゃ綺麗ですからね、部屋の中とか。うん。多分、YouTube で映すから綺麗にしてるのかななんて思ってるんですけど、いや、あれを維持してるのすごいなって、なんかあんまり生活感っていうものを感じさせないなんか YouTube 撮るための部屋みたいな感じに見えますね。見ててね、綺麗だからすごい見やすいっていうのはありますよね。うん。だから、それを維持してる人たちってすごいなって思うし、Vlog とかもね、やってみてもいいって言うけど、自分やったら絶対めちゃめちゃ生活感出てるよ感じの映像しか提供できませんになるから、ね、あんな綺麗な絵じゃないよなって思いますね。もうめっちゃザ・日本の家って感じですね。うん。で、最近ね、話してる内容が若干落ち込み気味だから、そう思うかもしれないですけど、結構自分がこういうね、語り系話してるから、おのずとアルゴリズム的にそういう映像が、映像チャンネルが、集まってきますよね。で、見てると、いや、めっちゃみんないいこと言ってるんですよね。うん。絶対聞いたら、ああ、なるほど、なるほど、そうだよなって思うんですけど、思う反面、なんかみんないいこと正論言い過ぎてて、なんか実際みんなそういう体験した上で言ってるんかななんて思ったりしちゃいます。全然ね、こうみんな多分人がそういう状況に陥った時に見てもらえるようにきっとね、作ってるんだと思うんですけど、うん。だから自分こう落ち込んでると、自分ちょっと性格斜めってるんで、落ち込んでる時に、ほんまかなって思う時あるんですよね。もう実際自分もね、こんなね、動画作ってますけど、そう、なんかそういう風に感じたりします。いや、もちろんね、中にはちゃんとそういう経験して言ってる人もいると思うんですけど、うん、なんかどうなんかなって思ったりしました。うん。なんかね、こう自分の心がポジティブだと多分入りやすいですよね。で、落ち込んでる時って、ものによりますよね。自分が求めているものとマッチするコンテンツだったら多分ね、すごいスッて入ってくるんだと思うんですけど、なんか別にね、その自分の今の状況と合わないものを見た時って、素直にね、受け止められない時もあるし、素直がね、結局素直さが一番なんだと思うんですよね。素直になれない時ってないですか？私めちゃめちゃありますもんね。素直になってたらきっともっと良くなってるよなって分かってるのに、なんかもう一人の自分がね、邪魔するんすよね。だから余計になんかぐちゃぐちゃな方向に行ったりとかする。ダメ。なんやねんね。またダメダメ話かよっていうね。だけどこれが自分だからね、これ受け入れないことには前進めないし、ほんとね。時間が解決してくれるって言うじゃないですか。あながちそうだよなって思いますね。やっぱり時間経っていくと、その最初にダメージ受けたその重さっていうのは少しずつ軽減していくし、うん。
それもね、自分の考え方によると思うんですけど、ずっと落ち込んでもいられないし、このままじゃダメだし、進んでいかなきゃいけないし、少しずつ少しずつっていう思いでもってね、進んでいくから、そうするためには今の自分を受け入れてやっていくしかないですよね。うん。だから、ね、自分を愛するってめっちゃビデオとかで言ってるけど、そうなんですよね。でもなかなか自分を愛せない時ってありますよね。その時は、ほっときゃそのうちまた自分を愛せるかななんて思ったりしますけど。うん。なんかね、それぞれね、みんなそれぞれそれぞれ人生経験違うから、うん。人生経験、長い人も短い人も、それぞれね、その人にしか知らないストーリーってあるからわかんないですけど、正論なんだけど、素晴らしいんだけど、こう、入ってこれないよっていう時がね、ありますよね。自分が、今の自分にはキャパがないのか、素直じゃないのか、いろいろ重なっているんでしょうけど、なんかそんな感じのね、疑問っていうのがあったんで、これをシェアしようと思って、今日ビデオを回しました。はい。以上です。ありがとうございました。